こんにちは、コロです。走り終わったに出てくるワットの数字、ガーミンのランニングパワー、一体何だろうって思ったことありませんか？今日はランニングパワーが上がらないのはいいこと悪いことなのかという疑問を自分の経験からいろいろと調べ、自分で考えて書いたブログをもとに AI 使い、できるだけ分かりやすく整理しました。それでは本編をどうぞ。腕時計に表示されるランニングパワーっていう数字、一生懸命走ってるのになんか数字が上がらないなってモヤモヤした経験ありませんか？でも実はそれ、あなたが成長しているっていう最高のサインかもしれないんです。今日はこの一見矛盾しているように見える指標の謎を一緒に解き明かしていきましょう。いやー、まさにこれなんですよ。僕もずっと疑問でした。今回の元記事を書かれたコロさんも最初は全く同じだったみたいで、自分ではもうすっごい頑張ってヘトヘトなはずなのにパワーの数字は全然上がってこない。これって自分の走り方が悪いのかなって不安になりますよね。なりますよね。でもその疑問こそが実はこの謎を解く鍵なんです。ここからは皆さんが感じているきつさ、つまり努力と実際に体を前に進めている結果、この2つの間にあるちょっとしたズレをはっきりさせていきます。この解説が終わる頃にはきっとその時計の数字があなたの頼もしいコーチに見えてくるはずですよ。まずこのスライドに注目してみてください。左の心拍数っていうのは体のエンジンがどれだけうおーって頑張ってるかっていうきつさの指標です。それに対して右のランニングパワー、これは前に進むために地面に伝わっている実際の力、つまり出力そのものなんです。この2つ似てるようで全くの別物。この違いを理解することが全ての始まりなんですね。なるほど、その車の例えめちゃくちゃわかりやすいですね。心臓がバクバクしてるのはエンジンがブオンブオンってうなってる状態。でも例えばフォームが悪かったりすると、車である自分の体は実は全然前に進んでないかもしれないってことか、ただガソリンを無駄遣いしてるだけみたいな。まさにその通り。そしてコロさんはこの前に進むための力のことをすごく面白い言葉で表現してるんです。それがこのグニュっていう感覚。短距離走みたいに地面を強く蹴るんじゃなくて、地面を粘り強くじゅわーっと押す感覚。ランニングパワーが測っているのはまさにこのグニュッと地面を押す力のことなんですよ。そうなんです。このグニュっていう感覚が分かってくると、すべてのランナーが夢見る燃費の良い走り、つまり少ないエネルギーでもっと楽にもっと長く走るための扉が開くんです。車の燃費を良くするのと同じで、走り方にもちゃんとコツがあるんですね。お尻ですか？てっきり走る力ってふくらはぎとか太ももから来るものだとばっかり思ってました。そうなんです。コロさんも最初は意識してなかったみたいなんですけど、このお尻の大きな筋肉、臀筋をうまく使えていなかったそうなんです。でもある時意識的にお尻を使って走ってみたら、心拍数はそんなに上がってないのに、まるで誰かに後ろから押されたみたいにスススッと楽にスピードが上がった、この感覚に気づいたそうなんですよ。ではこのスライドで今のあなたの走りをちょっと診断してみましょうか。もしパワーも心拍数も高いなら、それは無駄打ち状態。ちょっと力みすぎてすぐにバテちゃう走り方かもしれません。逆にもうヘトヘトでパワーが低くて心拍数だけが高いのはバテ気味のサインですね。そして僕たちが目指すべきはこの省エネ状態です。パワーは安定しているのに心拍数は低い。特におしゃべりできるくらいの楽なペース、いわゆるゾーン2でこれを維持できれば、あなたはすごく効率の良い走り方をマスターしている証拠なんです。このコロさんの例えが多くのランナーが陥りがちな誤解をもう完璧に言い表していますよね。パワーは高ければ高いほど良いってつい思っちゃうじゃないですか。でもそれは違うんです。例えば上下にぴょんぴょん跳ねすぎたり、体をガチガチに固めて走るとパワーの数値は高く出ます。でもそれってギアがニュートラルのままアクセルを踏み込む高級車と全く同じ。エンジン音はすごいのに1ミリも前に進んでいない。エネルギーの完全な無駄遣いなんです。なるほど。理論はよくわかりました。パワーが高ければいいってわけじゃないんですね。じゃあこれを具体的に明日のランニングからどう活かせばいいんですか？はい、すぐに試せるシンプルな方法が2つあります。まず坂道。ペースを保とうとするとすぐに息が上がりますよね。
そうじゃなくて、パワーの数値を一定に保つことだけを意識してみてください。自然とペースは落ちるんですけど、体への負荷は平地とほぼ同じになるんです。これで練習の質がぐっと安定します。次に、いつもの楽なジョギング。心拍数を楽な状態に保ちつつ、パワーも一定で走る。これを続けて、もし数週間後に同じ心拍数とパワーなのにペースが上がっていたら、もうおめでとうございます。あなたの燃費が確実に良くなっています。そしてその燃費の良さこそが、長距離ランナーが目指すべき中極の目標、ランニングエコノミーという考え方につながってくるんです。ランニングエコノミー、ちょっと難しそうに聞こえますけど、ものすごく簡単に言えば、少ないガソリンでより遠くまでより速く走れる能力のことです。これこそがマラソンでよく言われる30キロの壁を乗り越えるための最強の武器なんです。レースの最後までエネルギーを温存できれば、最後のもう一頑張りが効きますからね。じゃあどうすればそのエコな走りを手に入れられるのか。コロさんが挙げるポイントはすごくシンプルで3つです。1つ目は繰り返しになりますけど、お尻を使ってぐにゅっと地面を押すこと。2つ目は上下に跳ねる動きをなくすこと。ぴょんぴょん跳ねるんじゃなくて、前にスッススッと滑るように進むイメージ。そして3つ目がリラックス。肩とか腕の余計な力を抜くこと。この3つがエネルギーの無駄遣いをなくすための鍵なんですね。理屈はわかりますけど、本当にそんなことで走りが変わるんでしょうか。その答えはコロさん自身の劇的な変化がもうバッチリ証明してくれています。そしてこのスライドがその結果です。ちょっと見てください。これ以前は1キロ6分30秒のペースで走るのに220ワットの力が必要でしたが、それが今ではなんと200ワットというより少ない力で1キロ5分25秒っていうはるかに速いペースで走れるようになったんです。これこそがランニングエコノミーが向上した完璧な実例。彼は圧倒的に燃費の良いランナーに進化したっていうわけです。ただここで一つだけすごく大事な注意点があります。ランニングパワーは体重が重い人ほど数値が高く出る傾向があるんですね。なので隣を走っている人の数字と自分の数字を比べて、やったー勝ったーとか、うわー負けてるって一喜一憂するのは全く意味がありません。この数字はあくまで過去の自分と今の自分を比べるためのあなただけの物差しなんです。なるほど。じゃあ今日の話をまとめると、こういうことですよね。パワーは結果、心拍数はきつさ。目標はがむしゃらに高いパワーを出すことじゃない。本当のゴールは低いパワーで速いペースを維持できるようになること。そして比べる相手は他人じゃなくて、いつだって昨日の自分。これが全てってことですね。まさにその通りです。コロさんは最後にこんな素敵な言葉で締めくくっています。最小の力で大きなことをする。それは走ることも人生も同じ。ただ根性だけで頑張るんじゃなくて、賢く効率的に。この考え方をぜひ次のあなたのランニングに、そしてもしかしたらあなたの日々に持ち帰ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。次回このランニングパワーを効率化する実践編についてお届けします。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コロでした。